言葉分かってないよね。うんどれが自分にとって最適かどうか分かんないのが分かってないのに、とりあえず授業中はノートを書くことと先生の話を聞くことをなんとなく求められているような気がするわけですね。はい、こんにちは。ノートの正しい取り方。一応背景から説明しますと、ちょっと最近オンライン家庭教師始めたんですけど、そのうちのお母さんの一人が、子供のノートの取り方が汚いと、全然分かってないんじゃないか、みたいなことを言い始めて、そもそもノートなんで取るの？ノート取ってました？取ってました。なんで取ってました？取ることが正しいとされていたというのと、要はみんなで黒板のものを書き写すということが授業とされていた。あれなんでしょうね。今だって会議中に一生懸命さ、ホワイトボード書いてるやつなんかいないよ。今そもそも先生は黒板使ってるの？黒板に今も一生懸命じゃあチョークで書いてんの？書いてんじゃないの？わからん。むちゃ無駄な時間ですよね。だって書くこと自分で分かってんだからさ、そんなもん最初から印刷しといてくれればいいじゃないですか。で、しかも教科書のものをただ書き写してるだけでしょ。で、俺らここでこう絶対書くの待ってるでしょ。そうそうそう。で、先生どかないかなみたいに、おー、どいたって書くわけでしょ。そう書きましたノート。書くときと書かないとき激しいね、もう。一度書き始めたら、やっぱり続けたいよね、この綺麗なノート。だからもう本当にもう理解してるとかじゃないですよ。ノートを書くということが目的になってるの。女子なんてさ、余計ですよ。蛍光ペンとかさ、字の綺麗な子とか、可愛い子とかは、もう、ノートが綺麗なだけですごいみんなに称賛されるから、そっちにみんなフォーカスしていっちゃうね。いや、今の授業知らないけど、でもやっぱり問題だと思いますよ。だってもう、ノートを書くことが授業中にやることなんですよ。他にやることがないんだ。ないんです。それは問題だよね。だから、結局授業中って、子供には3つ選択肢があると思うんですね。ノートを書くか、先生の話を聞くか、教科書を読んで理解するか。で、ゴールはもちろん理解することなんですよ。その時に、もちろん人によっては先生の話聞いた方が理解できる人もいれば、人によっては自分で教科書読んだ方が理解できる人もいるわけですよ。で、もちろん教科によっては、理解したものをノートにまとめるとか、いう理解の仕方もあると思うんですよ。でもこれは先生が書いたもの、ただそのまま写すだけじゃ意味がないことですね。そうだね。言葉分かってないよね。どれが自分にとって最適かどうか分かんないのが分かってないのに、とりあえず授業中はノートを書くことと先生の話を聞くことをなんとなく求められているような気がするわけですね。女の人はできるんですが、男はね、自分はノートを書こうと思ったら、まず先生の話聞いてないんですよ。先生の話聞こうと思ったら、ノートなんて書いてらんないんですよ。で、やっぱりどれか一個しか基本的にはできないんですよ。男の人は特にそうだよね。大体さ、書いたノート見たことある？この後で振り返って、ノート見て、ああ、そういうことだったんだと思ったことある？自分ないんですよ。ないですね。綺麗に書けたのこのページとか。そう、どうだ、俺のノート綺麗だろうとか、そういうのはあるけども、だって、教科書が、先生がこの生徒とのコミュニケーションの中で何度もフィードバックを受けながら改善されてきたものの結晶が教科書でしょ？それが一番わかりやすいに決まってるじゃん。教科書以上に必要なものはないと。自分はそっち派ですかね。じゃあノートが必要なのは何かですか？強いて言うなら、社会、歴史あたりかな、自分のイメージね。これだって強いて言うならですよ。だって教科書にだってちゃんと太字で書いてあるし。そうだね。ただ歴史とか社会とかって、先生がどの辺を重視してるのかってた方がテスト対策しやすいですね。だからそういう意味だと意味あるかもしれないけど、それはでもあくまでもテストで点を取るために意味があるっていうだけで、理解するために意味があるかではないですね。じゃあ、いらないじゃないですか。自分はいらない派なんですよ、もうノートなんて。教えてんのほら、理数と英語。理数と英語に関しては別に自分の授業でもノート取る必要ないよと言いますか？今は数学なんでね、数学だけですけど、ノート取る必要はない。ちょっとノートを取るっていうところがどこまで含むのかにもよるけれども、手元に紙は必要だよ。メモ帳とか。やっぱり計算するために。でもこれは計算するために書くんであって、ノートを取るとはちょっと自分は違うかなと思う。要するに自分で計算の過程が分かればいいです。なので自分はノートなんかいらないでしょって感じ。わかりました。ノート必要？いや、そんなに必要ではないと思う。それもやっぱり社会に出たりして、その会議中にもうひたすらノート取るとかもないじゃない。お客さんと話してる時にポイントは書くよ。だけど、もうそれだけで十分だし、
後であれ大きさ何だったっけって分かんなくなっちゃったりしないように、そういう大事なところとかをよく書くでしょ。だからそれだけでメモっていうのは十分なんだってことを体験したからこそ分かるというか、小学校とか中学校の時代にノートを書くことが授業の目的だとしていたから、だからその時に気づけって言われても無理ですね。まあだから理解することを目的とするんだったら、自分はノートを取るんじゃなくて、さっさとその今やってる授業の章末の問題を授業中解いちゃった方がいい。解いて自分が本当に理解してるのか確認しちゃった方がいいの。でも多分少なくとも自分たちの時代はそういうことをやっちゃダメな空気があった。今は話を聞くこと、勝手に別のことやるなみたいな空気があって、今の授業はどうかわかんないですけど、だからもし本当にノートを単純に先生が言ったことをメモしてるんだったら、最近ほら AI 議事録とかあるじゃん。AI が議事録勝手に取ってくれるの。あれでいいんじゃないのと思うね。俺ちゃんと授業中に誰かをスマホを走らせて、終わった瞬間にみんなにメール飛ぶようにすれば、ヒーローだと思うよ。ヒーローだと。でも学校必要ないよね、本当ね。まあだから学校はもう授業を学ぶところではなくて、人間関係を学ぶところだと思うから、だからそういう意味だと先生が授業を聞いてなさいと言ったから聞いてるふりをするというのもこの社会の生き方の一つとしてその授業で学ぶことなのかもとも思ってきたね今ね。まあそんなところで。はい、というわけで最後に夫婦で語り合ったのはいつですか？じゃあ皆さんからのご意見ご質問お待ちしております。チャンネル登録いいねお願いします。バイバーイ。はい、じゃあノート書き書き。